水はないホタル来いホタルカムいっぱいいるね。すごいねホタル来いだからそれは都会に身を置くからですよ。だから自然の中に置くとストレスが解消される。中間完成を祝いをしまって乾杯。乾杯乾杯。俺両親っていうかまあ父ちゃんなんだけど、父ちゃんが勉強しちゃいけないっていう教えだった。勉強しちゃいけないそう勉強する暇があったら外行って友達作って遊んでこいっていう教育で、今でも実際自分の中にあるのがそれが変わってないんじゃないかなって。アースバッグを作るっていうことも仕事であってまた自分が楽しむ遊びの一つというか分かれてないよね、仕事してしたくない仕事してで作ったお金とか時間で遊ぶっていうんじゃなくて、もう全部一緒。このアースバッグっていうのは非常にインパクト強い。これはエコ住宅で地元のああいう皆さんがね工事やってるというように同じように、この地元でその土地で取れる土を使ってこれで建てていくわけね。それでこれ夏非常に涼しいんですよ。エコ住宅なんです。だから空調とか近代的なそういうあれを使わない、それで、冬はこういう森林の中の薪を使って薪ストーブして OK だから非常に光熱費は変わんないんですよ。言うならただですね。それでじゃあこれは耐用年数はどうかっていうと2000年持つってわけね。でこの前ペルーの地震があったでしょ。あの時に他の建物はレンガとかいうのが潰れちゃったけどもこのアースバッグ方式で建てた建物は残ったらしいんですね。だから非常にそういう形でそうするとどういうことが言えるかというとこれを皆さんが建ててこれ住居としたならば要するに住居費ってのがかからないわけでしょ。お金を消費しない社会を築こうと思ってこれ今作ってるわけ。もうそういう時代やろと、お金が必要ない俺とか月5万円もあれば十分幸せに暮らせる。じゃあその5万円を稼ぐ手法なんていくらでもあるし、まあ変な話1週間もかければ5万円なんて稼げるよ、じゃあ他の4週間他の3週間半俺何してんのって話や。自分の好きなことやってますよもちろん。その好きなことっていうのは別に働かないってことじゃなくて自分の好きなことの中にちゃんと俺は畑行ったりなんか物を作ったりっていうのが全部好きなことやから、そういう場所だったり、そういう環境をどんどん作ってで大学生には今いろいろなあるコンテンツの中で興味のあるものに参加してで自分もその一つのドラマの中に体験にね参加して作り上げていくようなコンテンツをいっぱい作りたい。すごいお母さんになりたいからじゃあ子供ができた時にどうやって育てたいどういう環境で育てたいとかそういうところと飲食住エネルギーを今だから大学卒業して3月で卒業してでそこの実践をここからやっていこうかなって言った時にゆきさんがここへ誘ってくれていきなり家から何か家から大学やっぱ頭でっかちだったからさ、ね、もうちょっと実践的な体験じゃん就活とかも悩んでたしゆ
ゆきさんたちに会って就活もよしやんないって決めて、他の道でも全然ない、もうめっちゃ楽しそうだからさ、みんなあもう生きてればいいんだ。大学生ってすごい、今すごいねちょうどいいというか、これからね社会に出ていくってすごい大事なんよね。何も知らないで社会に出て、もう働き詰めで鬱になって自殺するっていうこともすごい多いわけじゃん。これはもう本当にいろんな選択肢がないから逃げられない、逃げられないで心も体も傷ついて鬱になったり自殺してしまうっていう、もう愛が不足してる状態なんだよ。まあ楽しくない人たちからしたら、毎日楽しくないなって思ってる人たちからしたら、なんであいつらあんな楽しそうなの、お金ないのにと、俺ら金あんのに楽しくないと、金稼ぐために働いてるのに楽しくないと、俺らだってやりたいこともいっぱいあるし、それ全部ちょっとずつ別に一つのことに集中するのもちょっとずつやったら本当にちょっとずつ上手くなって5年後10年後に全部上手になってるから、すぐにやろうとしてるのにみんなすぐにできるようにならなあかんと思ってるの、違うから、すぐにできんくても10年後ちょっとずつ進んでるやつはちゃんとちょっとずつ進んでる、しかも好きなことやったらやめへん。まあ、最終的に私は統合医療クリニックをここに作りたいなと思ってるんですね。自然の中でいろんなプログラムをあれすると、はい、皆さんみたいにこういう自然の中に身を置いて、未病で人生を全うする、だからピンコロですね、ピンピンしてコロっていく。今の疾患がほとんど生活習慣病から起因するね、あれ疾患なんですよ。それもストレスからくるね、あれが悪さしてるんですね。精神的なものとか。そうだからそれは都会に身を置くからですよ。だから自然の中に置くとストレスが解消される。だからあんな健やな顔して寝れるわけだね。超ありがたい。超幸せ。さないでね。はい。はっ。ナイス焼き上がり。その都市部の人がはい。やっぱ今まではより人より多くお金を稼ぐ、これはまあ幸せになりたいからそれをしてたのね、はい。お金があれば幸せになれる、でもそれをやってきて本当にガチでビジネスして、それで家庭を顧みずに仕事をして朝から晩まで働いて、でそれである程度のお金を稼いで、でも彼らが言うことは決まって、何か足らないって、なんかね、キャバクラとかで働いてた時も何十万とか稼いでたけど、お月に。なんかそうで全然ね何にも残ってない全部なんか使うため洋服とかなんかちょっともう本当にわけのわからない使い方して本当消費するためにでそこのその経験をしてきた、都市部の人たちがどんどんもっと本質的な幸せってお金じゃない、もっと生き方の部分、っていうところに注目するようになって、稼いだある程度お金に余裕が生まれた人たちも、それをこの自然と調和した、本当になんていうかみんなで何か家を作るとか、畑をするとか、
そういうところに幸せを感じ、見出してきてる人が増えてきて、きっかけはね、音楽のイベント行った時に3日間キャンプして水汲みして火焚いてってそういうことしてたらすっごいなんか自分のなんか胸の奥の方が生きてるっていうのを感じてでそっから旅もするようになってそうでいろんな人に生き方を教えてもらってへえ。これはこうだからこうなんだっていう縛りがなくなってるね。そんだけやん、誰かに認めてほしくてやってることじゃないから、人生の自分がいかに楽しむかやいかに笑って死ぬかや俺の親もだから初めは理解せんかったけど俺が毎日楽しそうやから、会った時に仕事でさこうでさ部長がさって言ってんのといや毎日金ないけどめっちゃ楽しいわ海行ってくるねっつって海行って魚釣ってくるやつとどっちが親として安心できるみたいな話なんで俺がこういう生き方を選んでるのかもまあ311とかもあったしね結局だからねでしょみたいなこっちからしたら、食べ物気をつけなきゃいけないってちょっと分かるでしょってだから親にそれを押し付けはせん、もうだってうちの親も60とか70やから今更食べ物の食べ方変えろとかめんどくさい、いいよ好きなもの食べて好きなように死ねばいいよ楽しんでな、でも俺はそれは選べへんから俺も好きなように生きる別にだから何食べてても人が何か食べてても別に俺は何とも思わへん、自分が選ぶか選ばんかだけや自分が食べるか食べんかだけ、でそこにだから人に何かを求めることもないし自分がどうやって生きるかだけ、あと自分の家族がどうやって生きたいかっていうだけ、自分と自分の仲間が、でそこに共通の価値観を見出している人間同士がやっぱり一人じゃできないことをみんなでやろう、一人で家建てようと思ったら大変やけど、こんだけおったら、何ヶ月で建ってんねんこれみたいな話、そういうマンパワーやね人の力、でも思いが同じなら、みんなで助け合ってしかもみんなで覚え合っていけるわけやんここで、なんか得意なやつとなんか得意な、まあ、違うことが得意なやつと教え合えるわけよ、これこうすると綺麗に塗れるよ、あそうなんや、これスコップやってる時こうすると楽やで、あそうなんや、みんなそれぞれの得意なことを知恵のシェアよーい。お疲れ様です。アースバックのほぼだいぶ出来上がりまして、中間完成を祝いをしまって乾杯。乾杯。まあだからね、よく見られるのは遊んでばっかでダメやみたいな見られ方をする。まあ今はそうないけど昔は特に。でも楽しい生き方と楽な生き方って違う、ある程度この今の社会で生きるにはねお金もやっぱ必要だからさ、お金を稼ぐこともどうやったら楽しくお金を稼いで自分の家族養っていくのかってすごい大変なんだよね。全部自分で考えてやっていかないといけないし、で楽じゃない、奥さんできて子供2人できて思うのは母ちゃんめっちゃ大変だよ、家族にとって父ちゃんは外貨を稼ぐ存在じゃないから本来は、そういうところで男性がもっと女性に寄り添えたら、家族っていうものはもっと幸せな家庭を築けていける。でそうやっていわゆる平和な幸せな家庭を築けるってことはね、最初コミュニティ単位の家族を幸せにすることさえみんながやれば
それだけで世界平和になると思う。一番早い近道だと。ほうほうほうたるこい、あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞ。ほうほうほうたるこいって飛んでくる、ほらほらって。ほら、ほんまや出てきたでしょ。ね。うん。ほう